はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、皆さん人と会話をしててちゃんと正しい相槌ができてますか？ここでほとんどの人は正しい相槌って何？って思われていると思います。では今日は正しい相槌の仕方すべてをお伝えします。では結論からいきます。まず1つ目です。頻度が重要です。はい、では2つ目です。感情を込めてです。はい、では3つ目です。言葉を少し添えることです。皆さんこれを聞いてどうでしょうか？難しいことは一つもありません。今日はこれらを詳しく解説していきます。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。私のちょっとした日常、そして気づきをお話ししています。ぜひ皆さんよかったら最後まで見てください。このチャンネルでは近日会話力、会話術についてお話ししております。このシリーズを見逃さないためにもチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。はい、では本題に入りましょう。1つ目、相槌の頻度が大切です。この相槌の頻度の大切さ、これを強く感じたある出来事があります。私26歳の時に起業していろんな授業をやってきてるんですけど、ある従業員の方がいました。その方、相槌が苦手なわけではないんですよ。むしろ頑張りすぎてしまうタイプでした。どういうことかって言いますと、まるでアメリカ映画の車のダッシュボードの上に置いてある首がガクガク揺れる人形あるじゃないですか。そう、ボブルヘッド人形。車が揺れたらこう首がずっとこう揺れる人形。そうその方がまさにそれでした。人が喋ってる時にずっとって言ってるんですよ。もう止まらないんですよ。そこまで一生懸命に聞いてくれようとするのはすごいありがたいことです。でももう一方でそこまで不器用に頑張る人初めて見ました。そしてもう一つ気づいたことがあります。相槌は量が多ければいいっていうものではないっていうことです。はい、では2つ目です。感情を込めて相槌をすることです。これは本当に大切です。例えば相手が大変な経験をした話をしているのに、あなたはそうなんですねって、これだとただ単に言葉だけ聞いててちゃんと相手の気持ちまで聞けてないんですね。で逆にそれは大変でしたねとか、それすごいですねとか、たったこれだけで相手はこの人分かってくれてるっていうふうに感じてくれます。そして相槌っていうのは音だけではなくて感情も大切です。はい、そして3つ目です。ここは本当に大切です。普通の人か上級者か、ここで分かれます。はい、3つ目は一言を添える、オウム返しをすることです。たったではなくて一言、言葉を添えることです。例えば相手が最近仕事が忙しくて大変なのよって言うとします。で普通の人はって言う。でも上級者はかなり忙しいんですねっていう。これだけで相手はこの人ちゃんと分かってくれてるって思ってくれます。このオウム返しについて前回の動画でとっても分かりやすく、とっても詳しくお話ししております。皆さんぜひ見てみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。はい、では今日のお話をまとめます。相槌の正しいやり方3つ。まず1つ目です。相槌は頻度がとても大切です。多すぎてもダメ、少なすぎてもダメです。そして2つ目です。感情を込めてです。とかとかです。はい、そして3つ目です。少し言葉を添えることです。オウム返しをすることです。皆さんこの3つを意識するだけで相手からこの人話しやすいなって思われるようになります。ここで皆さんにお聞きしたいです。皆さんは
相槌するときは量を大切にしてますか、それとも感情を大切にしてますか、それとも言葉を大切にしてますか。ぜひコメント欄で教えてください。では続きまして、さゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、皆さん、さゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。この話、自慢話ではないですよ。最後まで聞いてくださいね。私、いろんな人に、立花さんは何でもできるなって言われるんですよ。逆にできないことあるのまで聞かれちゃうわけ。もちろんあります。で、そこで考えたんですね。なぜできないのかっていうの、興味がないんですよ。興味がないからできないんですよ。なので私たちいろんなものに興味を持つっていうことは非常に大切だなと思いました。私、興味がないものってほとんどないんですよ。あれはなんでああなのとか、これはなんでこうなのとか、いろんなことが気になるんですよ。その都度すぐ調べるし、その都度本を買ったり勉強しちゃいます。こうしてる方が人生そのものが楽しいじゃないですか。何歳やねんって。はい。ヒーロー名、私のヒーロー名が、ヒーロー名っていうか、例えばスーパーマンとかスパイダーマンがあるじゃないですか。私のヒーロー名がなんでマンなんですよ。なんでも、あれなんで、あれこうなんでこうなのってばっかり聞くから、ヒーロー名がなんでマンなんです。なので皆さんもいろんなものに興味を持ってなんでマン仲間入りしてください。はい、皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。